みんな元気？今ね、留学先でメイクをしていきたいと思います。メイク動画とかどんどんいつぶりだろう。ボツにするかも。今日はね、オリエンテーションなんだって。で、あとテストがあって、自分の今のレベルを知れるっていうことで、そんなにまだ授業はね、今日はない。朝ごはんは7時からなんですけど、なんか3食ついててさ、そんな食べなくない？なので朝は寝てました。朝ごはんいらないって。いつも食べないんだよね、朝ごはん。一食でもう結構足りるかもしれない。夜だけ食べて寝るとか。それかカップラーメン持ってきたのと、あとね、デリバリーも使っていいらしいので、私なんかちょっと苦手なんですよね。人混みの中で食事するの。あと、できれば話しかけられたくない。日本人に日本語で話しかけられた日にはもう、何のために留学来てるんだってなっちゃう。結構群れるのが苦手なんですよね。人見知りではないんだけど、人がちょっと苦手。知らない人と話すのそんなに好きではない。ほとんどマンツーマン。友達いらないって、なかなかの発言ですよ。めちゃめちゃ高校生の時は友達が欲しいってもう、すごかったんですけど、今はね、マジでいらないから、誰も話しかけないでほしい。コミュ力高いタイプの人見知りっているじゃん。多分私それなんだよね。気使って、相手より話しちゃう。んだけど、めっちゃ疲れてるっていう。やっぱり一人が好きなんだよね。英語をね、やってる理由も、別に友達が欲しいからではなくて、英語で動画を配信したり、英語のニュースとか文献をね、見れるようになったら楽じゃん。で、あとさ、海外に一人で行って、何にも困らないぐらいになりたいのと、いずれ移住するから、できれば、ペラペラになっておけば、ね、向こうで、なんとかなるかなって、区役所での手続きとかさ。てか、英語あったらもう、何も困らないと思うんですよね。っていう理由で、英語を今やってるので、本当に友達はいらないんだよね。もともとそんな友達多いタイプでもないから、アットホームな感じとかね、コミュニティができてるような場所がめっちゃ苦手で、一言もさ、私留学中、日本語とか喋りたくないのね。それは日本でもできるじゃない。わざわざせっかくお金払って留学先に来てまでやることではないなって。そうなんで、ちょっと後で先生に言おうと思って、一言も日本語話したくないんで。本当はスパルタコースにしようかと思ったんだけど、それはね、日本語使うと罰金なんですよ。ただスパルタはちょっと外出禁止とか耐えらんなかったんで、私動画も撮りたいしさ、外も行きたいから、なんでセミスパルタにしてもらってます。だから別に日本語使っても大丈夫。罰金ほどじゃないんだけど、使いたくてセミスパルタにしたわけではない。しかも私さ、結婚しててあんまり長期間留学とか行けないじゃないですか。なんか本当はね、1年とかぶっ通していきたいんだけど、ちょっとお金がなかった。貯金できないのと、あとさ、1年ぶっ通しはさすがに、結婚しててちょっと微妙じゃない？寂しくない？って思って、日本での仕事もあるしさ。そう、だから、長くて半年にしようって思って、半年行って、帰ってきて、またどっか他の国半年行ってっていうのを繰り返そうと思ってるんですよ。だからね、一箇所に1年とかはいないけど、半年海外、半年日本みたいな生活を、とりあえず移住ができるまでは続けていこうかなって思ってる。なんか、旦那さんを待ってたら、正直いつになるかわからないっていうか、その間に私どんどん年取って、一日一日を後悔して、そのうち誰かのせいにしちゃったり、なんかそんな自分になりたくなかったから、もう待ってないで私らしくやりたいことはやろうってことで、結婚しながらですけど、留学をします。ちょっと普通の留学とはスタイルがね、違って、行ったり来たりにはなるんだけど、でも今まだ授業も始まってないのに、すでにめちゃめちゃ楽しい。やっぱり私の幸せは海外にあるって思いました。鬱になっちゃってさ、日本にいる時にね、もう本当に感じたことないレベルの鬱ってこんな感じなんだと思ったの。それも私がさ、本当に我慢強くないから、やりたいことを我慢ができなくて、
でもなんかずっと日本にいて、旦那さんを待ってるみたいな。移住できるまで待ってるっていう、マジで私らしくないことをしてた。人を待つぐらいなら自分で動こうってね、今は思ってる。てかさ、なんか正直さ、半年離れたぐらいで離婚するような縁なんだったら、そのうちどうせ別れてるじゃん。それに気づいたの私。最初は結婚してんのに半年なんか留学行っちゃったら、そのうちになんかいない生活に慣れて別れちゃうんじゃないかみたいな。それがなんか寂しくて、長期留学に踏み出せなかったんですけど、の一つの理由なの。あと貯金ができないんでお金がなかった。使うときに引き寄せるタイプなので、そのうちと多分私の元に留学費用はやってくるんだけど、なんか別に私留学しなきゃ英語が喋れるようにならないとも思ってなくて、日本にいながらペラペラになってる人何人も知ってるんですよね、私。そういう子たちが何をしてたかって、めちゃめちゃなんか英語の映画が好きだったりとか、海外に大好きな女優、俳優、ミュージシャンがいたり、なんか推しが海外にいる。あとはそのビジネスとかで使うっていう研究性がある人は、やっぱり短期で詰め込んでめちゃめちゃ伸びてるんですよね。ただ私、どれでもなかったの。洋画、全然好きじゃない。てか、映画自体そんな好きじゃないし、海外に推しもいないし、英語をね、やる理由はあるんだけど、その緊急性がないってことで、私にとって緊急性がないことって後回しになって、そのうち飽きてやらなくなるんですよね。だから強制されないとダメなんだなって改めて気づいたの。オンライン英会話とかやってたんだけど、そのうち眠さが勝って予約しなくなっちゃってやめるんですよね。なんかオンライン英会話の継続率 6% 以下とかって聞くけど、そのぐらい、具体的な目標とかね、その期限が決まってないと人って怠ける生き物なんですよ。眠さとか緊張が勝っちゃって逃げるんですよね。もうそれが私だったわけ。もうそうなったら強制される環境に行かなきゃなって思って留学にしたの結局。本当は日本にいながら英語できるようになりたかったんだけど、そしたら一番楽じゃん。でもそんな逃げがあるような追い詰められてない環境で英語力が伸びないわけ。実際私自分の英語力めっちゃ伸びたなって思ったのって海外いる時にトラブルにあった時なんだよね。もうなんとかするしかないからさ、英語話せない、わかんない、恥ずかしいとか言ってる場合じゃないの。マジで英語ですか通じなくて、なんとかしないと終わるから、その時、ギュイーンと引き上がるのね、英語力が。ていうか、本当はできたんだってことを知るの。日本人とか言うのを間違えたらどうしよう。恥ずかしい、できないっていう思い込みが私にもめちゃめちゃあってさ、なんか酔っ払ってる時超ペラペラだったのね。多分それが私の本当の実力なの。だから今回の留学はちょっと短いんですけど、また帰ってきてすぐ他のとこ行くので、目的としては、まず英語に慣れること、英語を勉強することではなくて、もうできる英語を自分の中から引き出すトレーニングなので、エクササイズのような筋トレに来てる感じなんですよ、私からすると。なんか、そんなに流暢じゃなくてもいいのね。難しい単語を使わなきゃいけないとも思ってなくて、私の目標はまず簡単な英語でもいいから詰まるっていうのをやめたいのね。言葉に詰まってあーとか言っちゃうのをやめたいの。本当はよく考えて、ゆっくり考えてる分かってんのね。後でゆっくり喋ってみたら、なんでこれで通じたじゃんっていう風になるわけで、それがとっさに出ないのは、私は語学力不足じゃなくて筋力不足だと思ってるの。語学って知識じゃなくて体で覚えてるものだと思っていて、日本語がそうなんですよ、私にとって。いちいち脳みそで考えてないので、パパパパパって今も出てきてるわけじゃん。伝えたいことがあるときに、考える暇もなく、そういう言語が出てくるわけだから、私の目標はそこなんですよね。机に向かう勉強ではなくて、人と喋って慣れることなんです。なぜかっていうと、私ね、英語の勉強自体は、2年間毎日12時間やってたのね。慶応大学に入りたくて、その時英語の偏差値30ぐらいだったんですけど、そこで一生分のもう座学やったわけ。これでまだ喋れないっていうのは、勉強が足りないんじゃなくて、喋ることが足りてないんですよね。それだけなんです。で、あとはやっぱり、なんか外国人が英語を話す時の、なんか音の最小単位ってあると思うのね。あいうえおっていう母音じゃなくて、おわ、みたいなさ、なんか、つなげて言うじゃないですか。あれが私分かってないの。だから聞き取れないんだよね。
アップルって言わないじゃん。エアポー、日本にない音、そこをまずは音としてキャッチしたいんです。そこからのまず意味が分かんなくても。とりあえず音聞き取れる状態にまで持っていきたい。だから短期でそこは十分かなって思ってます。私の選んだコースはひたすらもうマンツーマンで話しまくるっていう、なんかみんなでエクササイズしたりヨガしたりするのもあるんだって。絶対無理なの。なんか私さ、本当に嫌な人間だなって時々思うのよ。こういうあれも無理これも無理、ルームシェアも無理、ホームステイも無理、もう無理なことだらけじゃんって。この寮だってさ、みんな2人部屋とか4人部屋とか、ドミトリールームでね、2段ベッドみたいな感じでシェアなんですよ。でも私絶対無理なの。誰かと知らない人とシェアハウスするの。病的に、てか多分ね ADHD なのもあって、人のその生活リズムに合わせるのめっちゃ気使っちゃうんだよね。みんなが思ってる以上に気使ってる私。だからね、それはちょっと本当にできなかったんで、お金は高くなるんだけど、シングルルームにしてもらって、しかもまず部屋で撮影もしたいから、人がいるとね、ちょっとダメなんで。もっとフレンドリーで、可愛げがある、なんか、そういうキャラクターだったら、生きやすかったんだろうなって思うんだけども、無理、あれも無理、これも無理、鎖国って、めっちゃめちゃ自分の、なんか人生に入ってくるものを狭めているのね。だからすごい、なんか、冷たい人だなとかって思われてるかもしれないんだけど、しょうがなくない？無理なもんは無理なのよね。でも、こんだけ鎖国してても、本当に必要な縁っていうのはちゃんと入ってくるようになってて、私さ、飛行機で隣の人と仲良くなったりして、未だに友達なのね。そういう出会いもあるわけよ。自分らしくいれば。だから無理に仲良くなりたくない人と交流する必要ないなって思って。だから本当に縁がある人は、どれだけ自分が鎖国してても、本当に現れんのね。私なんかさ、家から出なければ、なんだ出会いがあるようなことしないみたいな感じだったのに、それでもちゃんと友達ができてるの。でも私にとってはそれこそがきっと縁がある出会いだったんだなって思えるわけ。鎖国してるから。そもそも人生に入ってくる量が少ないから、人数が少ないからこそ、一人一人との出会いがめちゃめちゃ意味があるものなんだなって思えるわけ。人脈が広いとか大勢との出会いの機会がある人はさ、いっぱい友達ができて当然じゃん。でも鎖国しててもできる友達ってそれ必要だったんだなって思うわけ。あと私めちゃめちゃ学生にコンプレックスがあって、学生時代になんかね、未だに夢に見るのね。特に高校、自分の叶えたかった学校生活を叶えられなくて、トラウマがあって、その高校の時にね。で、その理由、今思えばね、私が受験勉強を怠ったことなんですよ。ほんと偏差値48ぐらいの勉強しなくてもいけるところに適当に入ったのね。別にそこの学校に何の思い入れもなければ行きたいって思ったわけでもなくて、行ける学校の中でなんか一番マシだったっていうので選んでたんですよ。でさ、高校入る前にみんな見学行くじゃん。学校にさ。で、その時に何校か見学に行って、私この学校めっちゃ入りたいと思ったところが2個あったんだけど、それは偏差値が56ぐらいないといけなくて。で、私なんかその時、受験勉強っていうものを全く考えてなかったの、中3なのに、進路について何にも考えてなくて、だからみんな勉強してないものだと思ってて、無知すぎたのね。担任の先生にも言われなかったし何も。でも成績めっちゃ悪いみたいな。そんで直前になって受験勉強してないって、だから行けるところが限られてきますとか言われて、受験勉強ってしなきゃいけないものだったんだって、なんかちょっと頭おかしかったから、しなくていいものだって思ってたんですよね。案の定行きたい学校に入れる学力はなくて全然。そんで、適当に選んだ学校だから、適当な人が集まってて、学校悪かったわけじゃないよ。ただ私はその周波数に合ってなかったのに、今ならわかるの。公園のど真ん中で寝てるみたいな。そこ寝る場所じゃないじゃんっていうところに放り込まれた感覚で、全然
誰とも気が合わなかったんだよね、本当に。高校の時に同じクラスに女子が33人 ?33 人いたのね。違う。女子が13人か。13人いたの。で、綺麗に6人6人のグループに分かれてて、今でいう陰キャ陽キャみたいなさ、あんま私そういうの好きじゃないんだけど、綺麗に 2つのグループに分かれてて、私どっちにも入ってなかったの。本当に13人だからさ、1人奇数で余るわけなんだけど、どっちにも属してなくて、マジで1人でいたのでずっと。他のクラスに仲いい子は何人かできたんだけど、でもみんな高校辞めてっちゃったり、仲良くなった子はみんな不登校になっていった。で、私は2年生で退学してさ、その時思ったの。欲しいもののために、ちゃんと自分で選ばないと、こういう人生になるんだなって。適当に妥協とか惰性で選んだ場所っていうのは、こういう結果になるんだなって。なんかね、ちょっと底辺的な感じだったの、その学校が。でも私も多分底辺だったからそこに適合していたと思うんだけど、私程度の学力で学年1位取れちゃうような学校だったのね。私は表彰状もらったことあって、学年1位で。勉強してないのみたいよ。それって私がすごかったんじゃなくて、その学校のレベルが本当に低かったの。そんな学校を選ぶしかなかった自分のその無知さと、努力を怠った結果、私さ、偏差値って周波数だと思ってるのね。その周波数に同調した人が集まるようにできてるなって。だから、東大とかさ、あそこに行けるっていう時点でもう結構、すごい限られてるじゃん。制限がかかってると思うのね。人間性とかをさておきね。それと同じで、自分の学びたい何かがその学校にあったとか、惹かれたっていう、好きっていう気持ちとかがない状態で選んだところって、そういうことになるんですよ。それで私ね、未だに夢に見るの。で、毎回、多分ね、1ヶ月に6回ぐらい高校の時に夢見るんだけど、毎回同じパターンなの。なぜか遅刻して間に合わない。行けないんですよ、学校に。何パターンかあるんだけど、多くはまず私が不登校で、久しぶりに高校に登校しようってなって、制服とか着て、で、メイクとかちゃんと頑張ってるのね。今の自分のマインドがちょっと、その夢の私には投影されていて、メイク頑張って、ちょっと可愛くして服とか着て、よし完成したら行こうってなって、なぜか行けないの、学校に。怖いでしょ、これ。近寄らないの。電車が遅れるとか、乗り間違えるとか、バスが来ないとか、歩いてもたどり着かないとか。あとはすっぴんで支度が間に合わないとか。なぜかね、夢の中の私は、ちゃんとメイクして学校に行きたいっていう、思いで、毎回メイクしてるんですよ。で、いつもそこから始まるの、夢が。多分、可愛い自分で学校に通わなかったっていうトラウマが未だにあるんだろうね。その後私、顔フル整形してるので、今の自分で学校に行きたかったっていう思いが多分潜在意識にあって、未だに。でさ、私前とかね、その時の高校からめっちゃ近い場所に住んでたの。その通ってた高校からめちゃめちゃ近い場所に、住んでたんだよね。2年、3年、2、3年前。そう。2、3年ぐらいずっと、その高校に行こうと思えばチャリで行ける。チャリで本当に超近いところに住んでたのに一回も行けなくて、私ね、行こうと思ってたの。学校の前まで行ってみようって。もう12年ぶりとかに、私のトラウマの全てが詰まったさ、全ての始まりの場所だったから私にとって。で一回見てみようってどういうところなのか。なぜ私はあんなにも苦しい思いをしたのか。一度見てみようって思って学校の近くまで行ってみようとするのに、一回も行けなかったのに3年。で、それは、怖くて近づけなかったとかじゃなくて、行こうって思ってるのに、行くことにならなかったっていう。一生近づけないの。怖いよね。いや、呪いがあるのよ、多分。呪い。自分の中の呪いね。本当に、胸焼けするぐらい辛かった。何が辛かったのかってもう、わかんない。えぐられてたね、オーバーキル。
楽しい思い出もゼロではなかったんだけど、なんか私の見たくない私が全てあの学校に詰まっていた。人に媚びて金魚の糞やってた時代もあったし、なんとか一軍の女の子と仲良くなりたくて、友達が欲しいってもうさ、友達いない自分に超コンプレックスで、今友達いらないとか言ってるけど、その時は、今の自分とは全然違ったから。それでね、今私多分その学校っていうものにカルマがあるんですよ。だから今度は自分の意思で学びたいもののために学校に行きたいって思って今留学してるんだけど、集団生活に馴染めないとかも多分思い込みなんだよね。ただ私は自分の意思でそうしてたんだっていうことを確かめたいの。なんか現に私一人が好きじゃん。群れられなかったんだけど、群れたくなかったのかなって今思うと、あの時群れたいって、グループに入りたいとか、そういうふうに思っていたのは、多分みんなに合わせたかっただけで、本当の私の潜在意識は別に一人が好きだったんじゃないかって、今だったら思えるのね。だから潜在意識、無意識の部分では一人が好きだけど、潜在意識では誰かと比較して、友達を作らなきゃ。一人でいるぼっちは恥ずかしいことだ。ごめん、なんかうるさい。工事してます。で、そう多分思ってて、だからあれは私の本心じゃなくて、なんか作られた願望だったのかなって、人と群れたいっていう。今私にとって学校とは理想のためにあるんだよね。でもあの頃私にとって学校とは慣れ合いのためにあった。曖昧な理由でその学校を選んでて、そもそも高校に行きたかったのかって言われたら、やっぱみんなそうしてたからっていう理由だったんですよ。本当の自分を見つけていなかったから、とりあえずっていうのが大きかった。なのでね、リベンジしたいよね、私は私の学校生活を。相変わらず友達は作りたくないけど、でもそんな私にも本当に縁があるならば多分友達ができるから、その縁を大事にしたいなって思う。作ろうってして人と一緒にいるんじゃなくて、私が学校に入った理由は学ぶためだったので、なんかこんな自分を克服するために来たっていう方が近いかも。英語を勉強したいっていう思いだけじゃなくてね。この思い込みがいろいろあるので、英語本当は話せるのに話せないって思ってるところとか。私さ、なんか今ほどまだブロックがなかった頃、オーストラリアに本当に10日間だけいたことがあって、ホームステイしてたのね、パパの友達のお家に。カンバーセーションは全く問題ないっていう評価をもらってたの、その人から。なのにさ、何年か経って、喋れないっていう思い込みがついちゃって。そういえばね、まつげパーマしたの。めっちゃね、楽です、メイクが。最近さ、私が映る動画を増やしてるじゃない。なので、ちゃんと美容にも気を使おうって思って。正直一人で家にいるだけだったらそんなにメイクすることもないし、人前に出ないからさ、どうでもいいのね、自分の外見とか。どんどんブスになっていくんだけど、今、動画を撮るっていう楽しみと学校生活を送るっていう理由があるので、ちょっとある程度人に会う機会があるから、ちゃんとしようと思ってます。美容モチベ高いよ、今。ほら見て。ネイルもね、変えたの。ブドウみたいな色で、可愛いでしょ。足はね、カフェラテみたいな色してます。これも新しい服。GU。服にお金かけたくない派。それ私さ、めっちゃ機材に最近ハマって買ったじゃないですか。ポッドキャストをやってみたいなって思って。なんか、神話、スピリチュアル、不思議体験、占いを取り扱うラジオ番組、寝ながらとかずっと流しておけるような。私最近ハマってんの、ポッドキャスト聞くの。Spotify で人のラジオ、なんかオカルト系のラジオ見るのにハマってて、めっちゃ面白そうだったからさ、せっかくね、ダイナミックマイクっていうポッドキャスト向きのいいの買ったので、ただそれはセッティングがちょっと大変なのね。マイクアームを使って、オーディオインターフェースにつないでるので、留学先に持ってくるのはハードルが高かったので、置いてきてます。買ったばっかなのに置いてきて。持ってきたのは、USB タイプのコンデンサーマイク。私は今自己改革をしようと
一生懸命ですけど、皆さんは何に一生懸命ですか？久しぶりに動画ですっぴんを晒したし、メイク動画を撮ったっていう、なんかビビちゃんの頃を思い出しますね。やってたんだよ、ビビちゃんの頃。あの頃も結構いろいろ迷走してたけど、でもあの中に私らしさもあって、なんかいろいろ手放しすぎたなっていうのが今思ってること。あの頃のパンチと今のこのゆるさをミックスして新しい女神マリア、それを出していこうって思ってる。新しいというかね、本当の自分なんですよね。ビビちゃん時代のめっちゃ口悪かったし、すごいなんか尖ってたんだよね。てめえとか言って。アンチに言い返したりとか。でもなんかそれも自分だったなって思って。今もさ、嫌なこと言ってくる人いるんだけどさ、ムカつくよ、普通に腹立つけど、もうなんか、ホットコーンの方が勝っちゃってさ。ただ私は腹が立つも、ほっとくも言い返すも全部乗り越えて許したいんだよね。結局そういう自分になるのが一番楽なの。嫌なこと言ってくる人に対して、なんか、うわ、イラってして、なんだこいつマジ腹立つわって思うんじゃなくて、なんかそうでも思わない。アンチって活動を続けてる限り絶対来るのね。ファンができるのと同じ原理。アンチって私、マイナス極のファンだと思ってんの。マイナス極。プラスのファンがファンでしょ。マイナスのファンがアンチなんだよね。そう。ネガティブファンなんですよ、あれって。好きで言ってくれてんのね。悪いこととか。なんか私は今、だからアンチが来ないようにするんじゃなくて、来ても動じない自分になった方が早いなって思って、愛を持って全部を許せることが一番楽なの。綺麗事じゃなくて、それが一番心が乱されないし。なので今私はそういう風にしていこうって思って自分をどんどん出すようにしてるし、隠したい部分は隠すけど、そうすると私を嫌いって言ってくる人もいるけど、それもその人の自由なんだよね。私がさ、人が嫌いとか言ってさ、お前も人だろとか言われるかもちょっと思ったんだけど、そうなんですよ。私も人なのに人がちょっと苦手なの。でもそれが今の私のありのまま。思ってることコロコロ変わるしね、私そもそも。人が苦手だけど人もすごい好きなんだよね。なんかね、私にいつも愛をくれたのはやっぱり人だったから、たくさんの人に感謝してるし、ただ、同じ部屋で暮らせるかって言われるとそれは別ってだけ。そう、気を使っちゃうね。人が苦手っていうか気を使っちゃう自分がしんどいから、っていうことだけ。それだけです。誰かが悪いわけではないんだよ。自分の正直な思いを出して、それで嫌われちゃってもさ、もうしょうがなくない？ね、今は結構そういう風に、なんか私はそんな人も許したいなって本当思ってるわけ。なんか許した分だけ私のポイントが上がるんだよね。宇宙レベルで言う。なんていうのかな、その浄化ポイントみたいなどんどん溜まっていくわけ。だから私からしてもお得なんだよね。いっぱい許した分だけ身軽になれるの。それを不特定多数の知らない人が私にその機会をくれるわけじゃん。そう、それをこの前私の友達のシャーマンリオくんと話してて、うちにさ遊びに来たんだけど、この前。そう、許した分だけ自分自身が報われるから、許すってすごい波動の高い行為で、そう、ブロックするっていうのは、ブロックなんだよねって話になったわけ。その人をブロックするっていうのは、自分の中の見たくない何かがある。つまりブロックなんだよねって話になって。だけど、コメント欄の治安を守るために、不適切なコメントを消すっていうのは、これからも続けていく。そこは別に悪いことだとは思ってないけれども、その嫌な、なんか痛いコメントを見たときに、なんで自分がそこに反応したのか、心がどう動いたのか、なぜ不快に思ったのかまで突き詰めていって、それを認めて受け入れて許すまでがセットでいけると、すごく波動が高いよねって話に落ち着いたの。ねえ、なのでね、活動者さんは参考にして。結局、桁違いまで、売れてるスーパースターとかって許してるんだよね、それほど。辞めるっていう選択肢もあったわけじゃん。辛すぎて、もうこれ以上辛くできないっていうことで、辞めることもできたはずなのに、
許して今もそこにいるの、その人は。だから光なんだよね。スターなんですよ。スーパースターっていうのは、許してきた数。その光がもう集大成となってその人をまとっているオーラになってね。だから、いろんなことを乗り越えてオーラがもうすごいわけよ。存在感があって。許した数だけ自分が光れるって思ったら、あなたもスーパースターになれる。結局その成人じゃないとその境地までいけないんだよね。小金持ちとかね、ちょっとそのミドルクラス、B 級とか二流までには行けても、ガチなもうトップまで行く、ヒカキンさんとかさ、あそこまで行ける人って成人なんですよ。本当に、ちょっと神だよね、もう。だからそのスーパースターってみんなに崇められるんだなって思う。私別にスーパースターになりたいわけじゃないんだけど、許していくことで自分自身が救われるから、動じない自分になっていきたいなって思ってるよ。はい。ちょっともうメイクはこんなんでいいかな。薄いけど。見て、部屋の真ん前がね、森なの。すごいでしょ。今さ、めっちゃ外工事してるからうるさいと思うんですけど、ごめん。工事の音が入ります。そういえば私の中でもう一つ朗報があって、今さ、歯の矯正4年やってるんですけど、やっとね、次行けばワイヤーが外せるかもしれないんです。マジで熱い。4年ついてたワイヤーがさ、取れるんだよ。これもう祭りだよね。どう思いますか？普通ね、こんなに長くついてない。なんで私こんな長かったかっていうとね、セラミックなのよ。セラミック矯正しちゃってさ、もう差し歯だよね、もういわゆる。整形真っ最中の頃に、とにかく歯をすぐに白くしたくて、白く並べたくて、セラミックをやったんだけど、それの、セラミックってさ、別に骨格変わるわけじゃないのよね。表面が整うだけで。だから、なんか歯並びがもともとめっちゃ悪い人がセラミックやると不自然になるんだよね。私さ、そんなさ、致命的に悪かったわけではないんだけど、セラミックするにはまだちょっと歯、出過ぎじゃない？なんか、並べてからにしたらって感じだったわけよ。でその状態でセラミックしてるので、若干なんかゴボだったの、口が。前の私の動画とか見てくれてる人はわかるかもしれない。ちょっと今より口が、昔の写真あるから、ちょっと貼っとくわ、あったら。それが今さ、4年矯正して、歯4本分の隙間が埋まったので、今はいい感じなんだけど、ただそれをセラミックの上からやるのに、めちゃめちゃ時間がかかって、他の医者では断られてましたね。まずそのセラミックを狩り場に変えてからって、一回それ外して、そう狩り場に変えてからじゃないとって、狩り場で4年も過ごせねえだろって思ってさ、4年、狩り場だったら多分もっと早かったと思う。2年かだと思うけどさ、嫌じゃない？狩り場ってさ、あれだよ。スポッてはめるだけの、すぐなんか取れてくるの。私さ、セラミック矯正の時に、自分の元の歯の形を取って、それで狩り場を作ってたわけよ。本当のセラミックができるまでね。その間にさ、何度狩り場が口から落ちたことが、ビビるよ。繋がってんのにあれって6本。6本ごと落ちて歯ないみたいになるの。あれに、そんなにさ、無理だろって思って、しかもめっちゃ黄色くなるのね、狩り場って。なので、いや、ちょっときついんで、セラミックの上からやってくれませんかってやってくれるっていうところを探して、できなくはないよって言ってくれた医者を選びました。先生めっちゃイケメンなの。イケメンにあんまり歯とか見せたくないけど、優しくてね、本当にね、いい先生に巡り合いましたね。いや、でも矯正が終わったらだいぶ嬉しいなぁ。楽になるなぁ。めちゃめちゃ食べ物がね、装置に引っかかるの。もうほんとそれがストレスだった。私、一番のストレスは、それと滑舌かな。その2点がめちゃめちゃストレスでしたね。もう二度とやりたくないけど、一番やってよかった整形だね。整形って言っていいのかわかんないけど。もし、もうすべて、元の顔に戻して最初から整形やり直していいですよって言われたら、まず口からやるかも。私一番最初は鼻だったんだけど、まず
まずはもうセラミック矯正とか全部置いて、先に普通にワイヤー矯正から始めますね、今なら。口元のバランスが整ってから鼻とか目とかのデザイン決めてった方が、輪郭とかね、絶対良かったなって。そしたらこんなに何年も矯正かかんなかったし。けどさ、私お金がなくて守られたことめちゃめちゃあるのね。お金がないってみんなさ、マイナスなことだと思うじゃん。なくて守られることもあるの。特に私みたいな判断力が鈍い女にとっては。例えばね、私さ、なんか整形についてまだあんまり知らなかった頃に、セットバックっていう手術をしたくて、病院名をしてますけど、カウンセリングに行ったのね。でセットバックってどういう手術かっていうと、ここを後ろに引っ込めるルフォとちょっと違うんだけど、そういう手術めっちゃ大掛かりで、あれどういう人がやる手術かっていうと、もう生まれつきのゴボ、口がめっちゃ出てる人、なんか歯並びとかの問題じゃなくて骨から前に出ちゃってる人っているじゃん。っていう人が適合する手術だったんだけど、私それ見積もりさ出してもらって、で200万って言われたのね。先生別に止めてもくれなくて、私明らかにセットバックは適合じゃなかったの。歯列矯正ってなんとかなるレベルだったのに、その止めてくれなくてさ、で200万かーって、もし私あの時200万持ってたらやってたと思うんだね。で、やって後悔してたと思う。セットバックってね、普通の人がやるとおばあちゃんみたいな口元になるの。すぼんじゃって。恐ろしいでしょ。それを無知で金持ってる私だったら多分やってたから、なくて守られてるのね。その時200万持ってなかったから、やらなくて済んだのよ。で、その後私、セラミックのカウンセリングに行ったんだけど、その先生には、セットバックやるほどじゃないって言われて、多分守られたんだけど、あそこで。だけど別にセラミックからやる必要もなかったなって今は思うんだけど、満足してるからいいとして。で、そのセラミックも、今となっては、やらなくてもよかったなって思ってるんだね、正直。で、その時、私、上下全部セラミックにしようとしたの。ただ、そうすると、また費用がめちゃめちゃかかるわけ。で、その時私お金持ってなくて、借金して整形したんだけど、鼻水はお金がなかったから、上の歯の6本しかセラミックにできなくて、その歯全部、上も下も全部はできなかったわけ。でも、今思ったらそれですごい救われたのね。もし私が上下全部セラミックにしたら、もっと矯正時間かかってたと思うし、まず、健康な歯を全部削っちゃったことにめちゃめちゃ後悔してたと思う。セラミックって10年ごとに取り替えなきゃいけない。確か10年ぐらいかな。だから絶対私、後悔してたと思うのね。でもお金がなかったおかげで上の歯6本だけで済んだのよ、セラミック。で、結局そのセラミックも矯正の時に2本抜いたから、今私の歯についてるセラミックは4本で済んでるのね。ね、こうやってお金がなくて守られるケースもあるわけ。だから、きっとその、お金がなくてできなかったっていうのは、必要なかったんだなって今私は思うようにしてる。本当に必要あることは多分やってるから。お金とかが理由にならずに。だから私貯金ないのに留学できてるし、これは私にとって必要だったからできてるんだと思う。でね、私留学って10年ぐらい前から何回もトライしてて、でもその時はうまくいかなかったのね。何度も留学したいって。そう、何度もやってたのに、その時もお金がない、時間がない。なんか結局流れちゃったとかで、うまくいかなくて、今だから良かったんだと思う。別にさ、日本で会社員やってるわけでもなくて、時間もあるし。きっとみんなにとってベストなタイミングで願いが叶うようになってるんだなって、すっごい思ったわけ。よし。髪の毛も終わったし、ちょっと工事の音がすごい。激しくなってきたんで、ヘアオイルだけつけて終わりにします。もうそろそろお昼ご飯の時間なんで。行くか、食堂。ちょっとどんな感じかわかんない。誰にも話しかけられませんように。そういえばさ、私両親3兄弟なんだけど、どっちも全員留学してんの。昭和の時代に。すごくない？全員アメリカに留学してんの。聞いたことない、そんなの。偶然だよ、しかも。で、アメリカで出会って、結婚してるんですけど、お父さんお母さん、離婚してるけど。すごいよね。あの時代によく留学に行ったよ。なんか私のお父さんの方のおばあちゃんが、3兄弟の息子、絶対に、大学生になったら、アメリカに留学させるって決めてたとか言って、早いよね。先見の明だよね。
あの頃留学行ってる人なんか本当に少なかったと思うよ。今みたいにさ、スマホとかないしさ、もっと大変だったと思う。情報もなくて。あー、空は綺麗。そういえばみんなにめちゃめちゃおすすめの動画あるので、概要欄に貼っとくね。私、昨日これ見て衝撃的だった。すごい高度な話してんじゃんって思ってさ。よかったら見てみてください。じゃあねー。